星熊遊戯の証言。あれ。何かおかしくないか？私たちは、遊戯の証言を根拠に、遊戯を追い詰めていたってことにならないか？何にも証明できないのと一緒だ。事件現場、ついでに個室にシャワー室で死体を調べておった。捜査中ずっと死体のそばにいた。その展開を昔での行動だったのか。考えられない。そんな言葉には意味がないんだ。怪しく見える奴が犯人だと決めるのは、今の意味がない。待って、それは違うわ。有利の発言が偽証だとすれば、真犯人は他にいるってことよね。でも、このゲームでは共犯が成り立たないわ。有利以外の犯人っていうのはありえない。ただのハッタリよ。なんで投票回収をすることにしたの？おかしいな。本当に、ミステリストが大きすぎる気がしますわ。共犯に関しては、マムゾウさんが一つ可能性を示していますわ。例えば、そんな可能性はいかがでしょう？ゲームの早期決着を狙い、誰かを勝ち抜かせようとしているとしたら、誰かを勝たせるため、自分が疑われるように動いている。万が一、その攻撃者がミーリさんを欺いていたら、私たち、全滅ですわ。そんなのただの推測じゃない。ミーリさんが容疑者になった時点で、その発言の証言力を失われました。星での遊戯の証言と互いに組み立てられていたこれまでの議論も、今はただの推論なんです。でも、遊戯って誰かと組むようなやつかな。誰かと組んで勝つのやつは、ちょっと考えちゃうタイプだと思うんだよね。あんまり難しく考えないで、投票開始でいいんじゃない？そんな風に投票開始をせかすなんて。先輩、あなたこそはミーリさんの教会者なんじゃないですか？
大した度胸じゃないか。おいおい、私たちのルールを追い詰めたはずだよ。どうしてこっちが追い詰められてるんだ。こんな力技ありっすか？信頼ってのは一つの強さだ。人を信じるってのは弱い奴には案外難しいもんさ。この中に裏切り者なんているはずないさ。みんなを信じて私に同情する。私の証言に嘘はないと。私を信じて私に同情する。このどちらでも、この裁判には決着をつけられる。だが、お前たちはこのどちらも選ぶことはできない。お互いを信じていないからな。お前たちの中には賢い奴も、強力な構想能力を持った奴もいる。だが、どこがどれほど強かろうと。信頼関係のない集団なんだ、不動の集団。何人いたって、当たり前に仕事もできやしない。決定的な証明がなければ何か決められないこの裁判が、この象徴だよ。弱い。弱いんだよ。そんな弱い奴らに負けるわけにもいかねえな。そんなもんじゃねえだろ。お前たちの強さを見せてみな。小汁は有利。あんたは、このゲームの性質を熟知して動いていたわけね。これは嘘をつかないことが最大の武器になる法廷戦術であり。私たちがお互いを信じることが唯一の解決策となる状況を作り出してしまわぬ。西なんちのゲームの中、信頼を唯一の鍵とすることで、騙し合いのゲームを真っ向から否定するとともに、私たち全員に挑戦状を叩きつける。そういうことだ。そういうことだ。さて、どうする？ルールはここまで展開を先読みして、どうしたら何から選んでたってことか？なんでも、そんなこと。有利な行動は割と行き当たりばっかりじゃねえ。恐ろしく保険が効いた立ち回りじゃねえ。これは計画的な行動ではあるんだ。犯人自身が凶器の操作を独占していたら、それが凶器だ、と証言すれば。それが嘘であり、真実であり、議論は行きずんだ。証拠に基づく議論で犯人を決めるこのゲームならではの立ち回り。犯人自身の捜査に参加する、というルールの特殊性をついた戦闘じゃない。
証言力があるはずよ。おいおい、今さら状況証拠か？まさかそれが奥の手じゃねえのか？凶器が4つしかなかった事実は犯罪外の犯行の可能性を否定している。とぼけんなの。凶器が文字通りと断定できるなら、だろ。私の証言の他に凶器を断定できるものはないさ。署名までのカメラの映像がこれまでの議論を裏付けているわ。だからなんだ、私が犯人だと断定できるような何かが映ってたのか。ミサンガはどう説明するの？ミサンガを突破できるのは私だけじゃない。ドアの手形は犯人がモニターを使った証拠になるわ。あの手形がいつついたかなんて証明できないだろ。あんたはビデオカメラの存在を知らなかった。だから現場にそのまま残していった。それが私の犯行を証明する証拠になるってのか。